それ面白そうだなとか、こうやったらうまくできそうと思ったら、ちょっとしばらくそれで我慢して書き続けるんですよ。で、その時に最初実はですね、ちょっと下手になるかもしれないんですよ、これ。別の書き方を試してみるとですね、レベルが1からスタートするんですよ。今まで自分の適正パターンをですね、レベル10まで鍛えてきたとしますよ。これがですね、全体のバランス取ろうねっていう書き方になった瞬間に、レベル1になるの。細部を詰めるがレベル10なんだけれど、全体のバランスを取るがレベル1スタートなんですよ。なので僕の言った書き方で書くと、一回下手になったような気がするんですよ。人の書き方を、真似した場合。それは今までの必殺技を、封印してるから。だけどその細部だけを詰めて頑張ってね、なんとか牛歩戦術で形にしていく戦法っていうのは、レベル15しか上がらないジョブなんですよ、これ。ドラクエ5もですね、あんま強くならないモンスターって言うんですよね、これ。このモンスターはレベル上げるのしんどいけれど、すげえレベル99で全部の値がマックスまでいくなこいつみたいな最強のモンスターもいるんですよ。これ分かりやすいと思うんですよね。最強のモンスターなのか、それとも最初ちょっと見栄えはいいんだけれど今一つ伸びないモンスターなのかと、どっちと自分は旅をするんだみたいなね。初速は速い車なんだけど伸びが悪い車、どっちをですねレースに使うかみたいな、何でもいいんですよこの例えは。自分が今使っている技術っていうのはそうやってどんどんね乗り換えられるんですよ。今自分の書き方はレベル13までしかいけないちょぼい書き方かもしれないんですよこれが。そうするとですね、レベル13で止まるんですね。全然書いたことない人に比べたらだいぶマシだけれど、絵描いてる中ではそんなうまいとは言えないよねみたいな、こういうレベルの人多いです。多分絵描きの7、8割がそうなんじゃないかなと思います。っていうのは結局は自分の書き方から脱却できないっていうのかな。別の書き方になった瞬間レベル1なんでがぜん下手な気がするから元のモンスターに戻そうとするわけ。でも元のモンスターはもうねレベル12ぐらいまで上がってて、あと1ぐらいしかねもう伸びがね やばいですねっていうのはですねちょっと目に見えてんすよ。でこっちのですねモンスターをですねちょっと鍛え始めて別のね、そしたらですねレベル5ぐらいで元のレベル13超えてたりするんですよ。このレベル5までね我慢できなくてレベル12とかまでこうね使っちゃうわけですよ。その間ねうまくなんないんですね。こういうことほんとよくあるんです。みんな同じような書き方をですねずっと書いててもうまくならないっていうのはもうそれはその書き方でいける限界がもうあって、もうそれ以上にはならないっていうことなんですよね。それだけでは超えられないと。ただモンスターと違って絵に関しては、線を引き慣れるっていう方向では鉛筆を持ち慣れるとかね、そういうことはねできはするんですけど、これまた絵で厄介なのはですね、モンスターと違って簡単に切り替えられない人がやっぱ多いってことです。モンスターって自分がそういう主人だから客観的に見れるんですけど、まさに自分がモンスターなんでね、絵描きっていうのはね。なので客観的にそれを自分で今このレベル足りねえなみたいな感じで他の能力上げようみたいな、そういうことですね。結構人ってできないんですよ。例えば僕だったらやっぱ線ねどっちかっていうとラフなんです。昔からラフにジャカジャカ絵を動かしたりとか絵コンテとかレイアウトとかそういうの好きなんですよ。だけど線を詰めて一本の線にするとかあんま得意じゃないしあんま好きじゃないんですよね。僕の場合も結局そのジブリの動画の研修とかで今までこんなに気使ってなかった細かい部分を線を描くっていうことに、意識するようになったわけですよね。自分の苦手分野を鍛えることによって自分の得意分野が伸びるっていう瞬間があるんですよ。なので、今まで放置していた苦手な部分を細かい部分までちゃんと詰めることによって要するに書くスピードも上がるんですよ。実はちゃんと線が一本で綺麗に引けるようになるってことは結局迷い線が減るから、完成までのスピードも上がるし精度も上がるし、そういうプロの目を鍛えることによって最終的に作画監督や演出をした時の、素材をチェックするっていうのが動画レベルまでできるようになったというふうに、僕にとってはジブリの研修っていうのは本当にしんどくてね正直勉強になるのは分かってんだけど体がついていかなくて辛かったですね。だけどこれ勉強になるってのは分かってたんですよ、自分にとってね。だけどこれを続けるのは本当しんどいなと思って、下手な状態だとしんどいんですね。むしろもうちょっと上手かったらジブリの動画もっと楽しくできたんじゃないかなと思うんですよ、シンプルに。そうやって自分の苦手な部分を、多少なりともやっぱ鍛えることによって、プラスになる。でもこれはね皆さん勘違いしないでほしいのは
全然書けない人が自分の弱点の強化とか間違ってもしないでください、マジで。さっき言ってた、そうだな、レベル13のモンスターぐらいの人はですね、もうちょっと別のモンスターに乗り換えしてレベル50ぐらいになってから、ちょっとそういうせめぎ合いをした方がいいと思います。全然今書いてない人はですね、あるいはまあまあ書けてんだけどまだまだだなって人は、とにかく自分が好きなうまいを模写するのが一番うまくなるよ。そんなプロでなんか修行僧のようにですね、辛いことをしながらももっと自分の技術を切磋琢磨して鍛えていきたいなんていう思いは別にそんな多くの人が持つ必要はない弟子入りしてそこで鍛えないと絵描きとして今は自分は食っていけないんだっていう世界っていうか時代じゃないよ、はっきり言ってね。それが向いてる人はそれやりゃいいよ。それが得意じゃない人までそこに無理やり入ってなんとか鍛えないと自分は一人前になれないんだっていうのはもう時代が違うと思いますね、はっきり言って。なんで、今の時代に合って、しかも皆さんに合ってるっていうことがですね、まあおそらくなんかあるだろうというように考えて、それやりゃいいよ、はっきり言って。